動画をご覧の皆さん、こんにちは。こちらの動画ではマレーシア航空で行くバリ島の旅をご紹介いたします。こちらの動画をご覧いただきますと、羽田空港のチェックインカウンターやラウンジ、マレーシア航空の機内、クアラルンプールのラウンジ、バリ島入国条件、これらのことがわかるようになっておりますので、最後までご覧いただけますと幸いです。ではまずはじめに今回の航空ルートをご案内いたします。東京から出発してクアラルンプールにまず立ち寄り、クアラルンプールからデンパサールへ行くというようなコースになっております。ですので合計4レグの旅になっております。詳しい工程はこのような通りでございまして、2023年1月に予約した当時は出発地は成田だったんです。ただその翌月2月にすぐに出発地は羽田へ変更されまして、今回は羽田からの出発となっております。こちら出発の7ヶ月前ぐらいに買いましたので、当時セールをやっていたためお安くなんと 89,830 円というような航空券になっております。そのためですね、前回ミラコスタの動画を見ていただいた方はお分かりになると思うんですが、ミラコスタ1泊よりお安いということで、これは行くしかないということで今回の旅行を決めました。でこちらがチェックインカウンターで、普段 JAL のカウンターとして使っている G になります。でここの G の12というのがなんとマレーシア航空のアーリーチェックイン専用カウンターになっているんですね。アーリーチェックインというのは通常チェックインカウンター3時間前なんですけれども、ウェブチェックインをしている方に限って荷物預けが5時間前からできるというサービスになっております。これがですね、最初 JAL のカウンターの方どなたに聞いても言ってることがバラバラでですね、全然見つからなかったんですけれども、とある方が G の12が開けますとおっしゃっていただいたので、5時間前よりちょっと10分前ぐらいですかねに、カウンターの前で並んでおりました。その間もですね、いろいろ声かけてくれるんですけど、皆さんJAL の客だと思ってですね、声かけてくれるんですけど、全然違かったということで、結構皆さんご存知ないような運用のようでした。実際にですね、荷物もこんな格好でなんかこうベルトコンベヤーに乗せるんじゃなくて手でこう持っていくような運用になっておりまして、こんなんで本当に大丈夫なのかなと思ってたら、この羽田発のマレーシア航空便っていうのはもう9月で運休になるんですね。でどうも事実上の終了じゃないかとも言われているので、本当に一時的なオペレーションなのかなっていう感じでした。あっという間に保安検査通過して来ました。これから JAL のラウンジに向かいたいと思います。保安検査は10分ぐらいで通過できました。広場より空いてましたね。こちら羽田ユーザーには見慣れた景色です。では左に曲がって JAL のラウンジへ向かいます。マレーシア航空もワンワールドアライアンスメンバーですので、こちらの JAL のラウンジが利用可能です。はい、では JAL ファーストクラスラウンジにやってきました。私 JGP まだ資格はありますので使わせていただきます。羽田はね、成田とまたちょっと雰囲気の違う感じですが、木をメインとした落ち着いたラウンジになっております。入って右側がダイニングエリアになっておりますので、こちらを向かって進んでいきます。ここも有名な羽田空港 JAL ファーストクラスラウンジの通路です。たまたまね、人がいなかったので綺麗に撮影することができました。屏風のような壁が立ち並んでおり、ここを抜けると広いダイニングエリアになっております。それではキッチンエリアからビュッフェエリアをご紹介します。注文は机の上の QR コードからスマホで読み取ってモバイルオーダーを利用します。こちらのカレーはビュッフェスタイルで用意してありますので食べ放題になっています。飲み物はこちら左側にグラスやサイダー、あとここのビールサーバーと日本酒ワインのサーバーなんかも置いてあります。右側は閉まっておりました。入場者数によって閉じているということが書いてありました。こちらはリカー類ですね、リキュールですね、ウイスキーですとかが置いてあります。そしてこちらがラウンジ内のシャンパン、ピエール・ド・ブリですね。実はこちらを飲むのを忘れてまして、すっかりこちらのレッドというエリアの中にあるジョセフ・ペリエをずっといただいてしまいました。本当に美味しいです。JAL のファーストクラスラウンジのシャンパンもとても美味しいので、ぜひ両方味わってみてください。日本酒もね、こういったものが置いてあります。それではシャンパンをいただいて夕食が始まります。モバイルオーダーから注文したベジタブルロールや、この日はマグロの赤身、天身ですね、ありましたので、こちらを注文していただきました。その他メイン料理としてポワレなんかもありましたので、これを注文し、あと生ハム、ハモンセラードですね、こういったものもおつまみとしていただきました。でもう食欲は止まらずですね、こういったプラントバーガーみたいなやつ、量はもうすごく小さいので
パッと食べれるサイズになっています。あとこんなね、中華そばもあったりとかしましたので、もう飲みながら食べながらで、本当にいい気分で過ごせるので、もうこのラウンジで旅行のほとんどが終わってしまうよなという感じがします。で、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。もう本当ね、最高の気分ですね。ラウンジではこのような混雑感になっていて、ゆったりと過ごすことができるようになっております。そして隣にはジャルズサロンというものがありまして、ここでは食事はできないんですけれども、飲み物をゆったりといただくことができるようになっております。こちらのエリアもかなり広々としておりますので、ゆっくりと過ごしたい方とか仕事をしたい方向けのエリアになってますね。はい。ではシャワーを浴びたいと思います。シャワーもモバイルオーダーから予約をして呼ばれたら、こちらの番号に従って、部屋に入っていきます。シャワーの作りは成田空港の、JAL のラウンジとほとんど変わらないんですけれども、ちゃんと、タオルがあって、ドライヤーがあって、洗面があって、トイレがあってというようなシャワーブース付きの部屋になっております。それでは143番ゲートからマレーシア航空機内へ進んでいきます。こちらがエコノミークラスの機内の様子です。ちょうど非常口座席の後ろです。座席には枕と、毛布、ブランケットがありますので、こういった深夜便でも安心です。こちらを使って寝かせてもらいます。それでは飛行機まもなく出発です。行ってきます。はい、最初の機内食は軽食でした。トレイにはですね、サンドイッチが乗ってたんですけども、なんとおにぎりが、来てしまいました。選ぶことができず、そのまま渡されております。この軽食の後気づいたら寝ておりまして、ふと目が覚めましてモニターを見ましたら、もう飛行機はホーチミンのところまで来ておりました。最初の経由地であるクアラルンプールまであと少しというところまで来ております。こちらのクアラルンプール到着前にですね、朝食が配られました。ご覧の通り、スクランブルエッグ、ソーセージ、ハッシュドポテト、マフィン、フルーツ、そしてヨーグルトですね。ヨーグルトオイコスですので、プロテインしっかり取れるというものになっております。約7時間のフライトもあっという間、クアラルンプール国際空港へ到着いたしました。現地時刻朝6時ですので、人もまばらです。ここからマレーシア航空のフラッグシップラウンジであるゴールデンラウンジサテライトに行ってみたいと思います。こちらのラウンジは以前の動画でも紹介いたしましたけれども、前回は時間がかなりなかったので、今日はゆっくりとこのラウンジを過ごしてご紹介してみたいと思います。左側に進むとビジネスクラスラウンジ、右側がファーストクラスやワンワールドエメラルド会員向けのエリアとなっております。こんなね、大きな絵があったりとか、広々としたエリアになっております。縦に長くできているラウンジになりまして、ここの入り口からはダイニングエリア、奥に進むと、いわゆるラウンジエリアで飲み物を飲みながらゆっくりと過ごすことができるようなスペースになっております。ちょっと見えないですけど、左手側がトイレやシャワールームになっています。で、このまま奥に進んでいきますと、仮眠室がこうやってあったりですとか、ファーストクラス利用者向けの個室なんかがあったりします。そしてここ実は左側のビジネスクラスラウンジにつながっている通路です。こちらがダイニングエリアのメニューになっておりまして、朝ですので朝食のメニューです。この中から本日のヌードル、トムヤムヌードルを選びました。あんまマレーシア関係ないんですけど、美味しくいただきました。ビジネスクラスラウンジにもよりまして、コーヒーと小さいサンドイッチをいただいております。乗り換え便は6時に着いて9時の便でしたので、3時間もあったんですけれども、ラウンジでゆったりしておりましたら、あっという間に搭乗時間になり、ゲート近くまで来ております。MH0715 電波サール行きと便になっております。機材は A330-300。座席はこのような格好のエコノミークラスになっております。目の前に小さいモニターもありますし、コントローラーで操作することもできるようになっております。USB ポートもついています。でですね、この後この飛行機、止まったまま動かなくなってしまいました。というのも、クアラルンプール国際空港周辺で雷雲が立ち込めておりまして、それによるディレイが1時間半ぐらいかかってしまいました。やっと出発しまして、ジョホールバルを通り抜けてデンパサールに向かっていきます。デンパサールまでは約3時間のフライトを予定しておりましたが、このディレイのおかげで4時間半ぐらいかかってしまいました。途中、機内食もこんなような格好で出ておりまして、ナシレマですね。カレーとアーモンドと、小魚を混ぜて食べるご飯になっております。デザートはパウンドケーキです。あと1時間半ぐらいでデンパサールに到着となります。それではここで
インドネシア・バリ島入国必要なもの4つご紹介します。残り期間が6ヶ月以上のパスポート。2つ目が搭乗券。これはデンパサール空港までのものだけ見せれば OK でした。そして事前に準備が必要なのはこの EBOA というものと ECD 税関申告というものになります。ビザと税関申告ですけれども Web で実施することができます。でビザはですね、到着の2日前までで、税関申告は到着の2日前からということで、それぞれ期間がバラバラなんですけれども、もう到着2日前にやるっていうことで、ウェブから実施していくといいと思います。特に2日前なんで、まだ日本出国前だと思いますので、もう家の中でとか、空港までの間とかで済ませておくとすごく便利だと思います。ちなみに EBOA、ビザはですね、日本円で約5000円ぐらいしますので、クレジットカードとかで先に決済しておくと楽だと思います。それでは無事、デンパサール空港到着です。イミグレーションも混んでおりまして30分ぐらいかかりましたけれども、やっと空港の外に出てきております。次回の動画ではバリ島の様子をご紹介します。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。